今回の動画は XKK160 の開封とレビュー動画です。これも安かったので買ってしまいました。激安 K170 とほぼ同じです。梱包が丁寧ですね。あ、なんか見えた。赤い彗星かな。結構分厚いプチプチ梱包です。それでも箱の潰れはご愛嬌です。中身が壊れるような衝撃は受けてないようですね。バーコードと QR コードは映らない方が良さそうなのでカットします。おやおや、これは一体何なのでしょうか。あら、次の新型機のようですね。K150 という名前のようです。K123 の安いバージョンも出るんですね。あれ、ひっくり返しですね。もしかして K150 が出てきたりして。この機体にもヘリパッドがついているんですね。私もまだ中を見ていないんですよ。果たして K160 が入っているのでしょうか。説明書は K160 のものです。前振りが長かったのですが入ってましたよ。 K160。 この機体にも乾燥剤が入ってます。充電器は K170 と同じものです。ということはハイボルテージ仕様ですかね。付属品は無地のメインローター、白いテールローター、メインギア、ドライバー、六角レンチです。プロポはおなじみの日本では使えないものです。もったいないですね。これ、日本の技的を取得してくれればいいんですが。お待たせしました。お触りタイムでございます。カラーリングが大人の色気を感じさせますね。セレブのヘリコプターという感じです。ローターグリップにはベアリングが装備されています。水平尾翼は本体に接着されています。ここはちょっと残念。墜落時に壊れやすくなります。モーターは8520コアレスモーターです。K120 のテールモーターや K100 のメインモーターと同じものです。これは K110 のテールモーターよりも耐久性があると思います。フロントのキャノピーに LED が装備されています。K170 と比べてメンテナンス性がいいのでコネクターをシリコン接着剤で固定してません。それよりも基板が K170 と違います。こんなところにコストをかけてるんですね。付属のバッテリーはハイボルテージバッテリーでした。1本しか持っていなかったので助かります。単品はまだ高いですからね。まだ触れませんでしたが、K160 は K124 と同じボディです。本当に同じものなのか検証してみます。同じものなら K124 のフロントボディが K160 に装着できると思います。やってみましょう。あらあら、磁石同士が反発してます。磁石の極性が同じなので反発して取り付けできません。これもご愛嬌です。ボディそのものは同じものですね。メカマウントの色が違います。もちろん K160 にはツンデレ ESC が装備されています。メインモーターが 11200kV か 12000kV とスペックに書かれていますが、K110 は 13000kV 付近なのでエナメル線が一巻き多めのモーターかもしれません。そうだとしたらトルク型ですね。K124 は水平尾翼がはめ込み式のテープ留めなのでこの部分は全く壊れません。一人スーパーヘリコごっこで部屋の中で何回も墜落してますが、このボディは壊れません。K160 は尾翼が接着されているので心配ですね。
この機体はフレームを取り外さなくても K110 の受信機ボードに交換可能なので、そのまま交換しました。注意点としては、オリジナルの受信機ボードを無理やり剥がすとメカプレートまで剥がれますのでご注意ください。K110 の受信機ボードに交換しました。交換に関しては特に注意すべき点はありません。プロポの設定は K170 をコピーしました。手袋に穴が開いてますが 14SG の設定のためです。設定の基準0ピッチを出します。残念無念です。0ピッチになりません。サーボホーンが水平になりません。オリジナルの受信機ボードはサーボホーンがオフセットされてますね。サーボホーンを水平にするにはボディからフレームを外す必要があります。K170 に比べたらフレームを外すのは簡単です。ネジを6本外すだけです。しかしこの補強用のカーボンロッドが接着されているので慎重にやりましょう。簡単に外せました。あれ、これは穴が開いてますね。この補強用のカーボンロッドはシリコン系のベタベタした粘着剤で貼り付いてました。ボディの中はこんな感じです。ついでにこのケーブルをきれいにまとめておこうと思います。サーボのケーブルはこんな感じでまとめました。サーボも分解しました。ポテンショメーターが黒光りしてます。ESC は収縮チューブを脱がせました。夏場は収縮チューブなしの方がいいと思います。軽くなるし、こんなのいらないよね。サーボのニュートラルとゼロピッチもぴったり決まったので、ボディにフレームを組み込みます。フレームのマウントを受け止める構造なので、組み込みは簡単です。簡単にはめ込み位置が決まりました。結局、K160 は K124 と共通部品が多く、サーボも強化された格安の機体のようです。K124 との違いは、受信機ボードと ESC、サーボ、フレーム、あとスワッシュプレートが新型になってます。それでいて、このお値段は驚異的です。一応、初回割引で安かったんですけどね。あとは、K110 の受信機ボードを購入するだけで、K124 と同等以上の機体が手に入ります。フロントボディの LED は、そのまま K100 のモーター用コネクターに差し込みます。これで完成です。本来なら、もう少し時間をかけて、すべて分解して組み直すのですが、普通に組み立てて、どれぐらいの安定性か興味があります。機体の重さはこんな感じです。K170 よりも 10g 程度軽く仕上がります。早速飛ばしてみましょう。すでに私の K124 を超えてます。やはりサーボがいいです。もう少しニュートラル性が良くなると最強になりますが、それでも無調整でこれだけ安定するとは高性能なミニヘリですね。 ESC は標準のものですが、プロポでスロットルレンジを低く抑えてます。この ESC で注意が必要なのは、部屋の中で急上昇するときにブレーキが甘いことです。上昇をすぐに止めることができず、天井にメインローターがタッチしやすいです。そこのところを注意しないとご家族の品縮を買います。これは初飛行なんですが、ここまで振り回せるのは K124 に操縦感覚が似てるからです。本当にお得な機体です。K124 が高くて買えなかった方はこれを購入候補に入れるといいですね。これは案件ではありませんよ。私に機体のレビューを頼む企業なんてありません。
ということで XKK160 のレビュー動画でした。もう少し調整すればもっと良くなると思いますので、いろいろ試してみたいと思います。最後に、コウモの ESC の温度は60度超えでした。